皆様こんにちは。現在いる場所は東海道新幹線の東京駅でございます。今回は久しぶりに新幹線を利用して京都へ行く予定なのですが、東海道新幹線止まっておりました。全国的にも天気が良く新幹線が止まっているなんて想像できないですよね。まあ焦っても仕方がないので、まずはホームで一杯です。何でも三河安城駅近辺の線路脇で火災が発生しているとのことで、東京駅11時発の列車からストップしているみたいです。私たちが乗る予定の列車は11時39分発ののぞみ347号。いつ出発できるのでしょうかと思っているうちに新幹線が動き始めました。15番線に止まっていた11時3分発の光509号が発車し、しばらくして私たちが乗るのぞみ347号が入線してまいりました。1時間30分以上遅れながらも、止まっていた11時以降の列車は1本も運休することなく、順番通りに出発していきます。出発時間の見通しがつかなかった時は、ホームでお弁当を食べちゃおうかななんてちょっと思っちゃったりしたんですけれども、食べなくてよかったです。やっぱり車窓などを眺めながら路上に浸ってお弁当を食べたいものですよね。今日は京都に着いたら直接ホテルへ行くだけのプランで本当に良かったですよ。もし京都でランチを予約して、もし新幹線が遅れたら超焦っちゃいますよね。今回はとても良い経験になったと思います。途中の停車駅は品川。今回選びましたお弁当は、東京駅祭りで購入した平泉ウニホタテ重です。以前紹介した大丸東京の地下で販売している築地鈴富の寿司が本当は欲しかったんですけれども、切符の関係で東京駅の改札から外に出ることができず、グランスタかエキュートで選ぶ必要があったんですよね。そうなると本来は蒸しウニ一択の平泉ウニご飯が欲しかったんですけれども、何でもウニの価格高騰の影響によって平泉ウニご飯は2023年6月30日で終了しちゃったようなんです。そして7月1日にこの平泉ウニホタテ重を発売したようなんですよね。ウニだけではなくホタテやイクラも入っているんですけれども、蒸しウニだけでちびちび食べて、ウニの余韻でご飯を食べたかったんです。平泉ウニご飯の復活を祈りたいものですよね。
今回宿泊するホテルは烏丸池駅3番出入り口から徒歩約5分くらいの距離にあるノル京都三条です。正面から見るとホテルとは思えない雰囲気ですが、京都伏見の日本酒造金子正宗の販売所として使われていた町屋を改修してフロントやラウンジに使用し、その奥に元駐車場として使われていた場所へ5階建ての宿泊棟を建てた構成になっております。ホテルとしては目立ちませんが、道路に面する建物が特徴的なので逆に見つけやすいです。おしゃれなのれんですよね。このラウンジは後ほどご紹介しましょう。ちなみにノル京都三条にはレストランはありません。まずはチェックインを行って客室に向かいます。予定だったら14時30分までにはホテルに着く予定だったんですが、1時間30分以上遅れちゃいましたからね。夕食へ行くところは同じ烏丸御池にありますが、予約時間は17時30分。それまでにご紹介する客室を撮影しなくてはなりません。ノル京都三条の客室は3タイプ48室とシンプルな構成になっています。その中でメインとなっているのは34室を占めるヒバ風呂デラックスです。ちょうど真ん中のグレードで今回宿泊する客室となります。それでは入ってみましょう。
それではラウンジをご紹介しましょう。こちらは宿泊者専用ラウンジで町屋ラウンジと呼ばれています。金子正宗販売所だった町屋はその趣を最大限に残して改修されており、とても風情のあるラウンジですね。午前6時から21時までオープンしていて、コーヒーやソフトドリンクを用意しています。15時以降は金子正宗の日本酒をフリーフローで楽しむことができ、その日本酒は客室に持ち込むことができます。できますと今は表現しましたが、正確には客室での利用に協力をお願いしているそうです。サーバーには8本入っていますが、日本酒は全部で6種類。すべて注いでも分かりやすいように、このような説明の書かれたコースターがあり、こんな感じで乗っけて客室に持ち帰ります。ちょっとしたお菓子やキャンディーもありますよ。ただ今回は客室に日本酒を持って帰っても飲む時間がなく、とりあえず冷蔵庫に日本酒を入れて夕食へ出かけます。夕食は同じ烏丸池にある室町ゆいです。前回は7月の訪問だったので約3ヶ月ぶりですね。10月下旬ともなると17時半でも真っ暗なんですね。室町ゆいでの夕食の様子は別動画にしてアップロードします。こっちはまあ絶対持ったらダメなんですけど、店のなんで。
ノル京都三条はいかがでしたでしょうか。日本酒のフリーフロー、ヒバの浴槽、仕出しの朝食など個性的で素敵なホテルです。標準客室にはミニキッチンがあるので、客室で調理をするゲストもいるようですよ。また洗濯機も備えることから、京都に長くステイする方はノル京都三条は便利なホテルだと思います。それでは次回お会いしましょう。バイバーイ。